今回のイタリア編第2弾は水の都ベネチアを回ります。前回のローマからベネチアまでは列車のイタロを利用しました。快適だったので爆睡。駅に到着しました。早速駅からの道は人であふれかえっています。初めてのベネチアの景色に感動しまくりです。本当に水の都や。というわけで街散策を始めていきます。歩くたびに水路とゴンドラに出会います。何回小さい橋を渡ったか数えきれません。正面に見えてきたのは有名なリアルト橋。リアルト橋はベネチアの中で最も古い石造りのアーチ橋みたい。リアルト橋があるのはグランドカナル。大きいボートもあるんだね。これはあれでしょ、グランドと水上バスじゃない。橋を渡ってみます。こっちは橋の反対側、また雰囲気が違いますね。細い路地を通っていきます。さすが観光地、両隣にお土産屋さんやご飯屋さん、またベネチアといえばこうした仮面を売っているお店もありました。続いて訪れたのはアカデミア橋。先ほどの真っ白な石造りのリアルト橋と比べて、こちらのアカデミア橋は木と鉄でできています。本来は鉄製になる予定で、木造橋はあくまで一時的なものの予定でしたが、木の美しさと調和が好まれ、今の形に落ち着いたみたいです。アカデミア橋を後にして訪れたのは最も有名な広場、サンマルコ広場です。いや、何やらスポーツでも観戦していたのでしょうか。広場に面してカフェやレストランがあります。レストランには専用のバンドがいるのか、歩いているだけでいろんな音楽を聴くことができます。さて、広場から海の方へ歩いてきました。お目当てはゴンドラです。船に乗り込みます。Thank you. Here. ではいざ出発。出発地点は海なのでちょっと激しい。船乗りさん同士、何か会話をされてますね。しばらくすると静かなエリアに来ました。
ベネチアも今は人が多いので、こうした裏路地に入っただけで全く別の雰囲気を感じられます。では船乗りさんの口笛とともにしばらくゴンドラを楽しみましょう。そろそろ出発地点に戻ってきました。橋の上からは子どもたちが手を振ってくれています。歩いているだけでは出会えないゴンドラならではの景色を見ることができました。やっぱりベネチアに来たなら一度はゴンドラに乗ってほしいです。大満足のベネチア1日目でした。ちなみにベネチアでおすすめなのがこちらのジェラート屋さん、スソ。手前にあるミモサとスソというフレーバーを頼んだのですが、本当に美味しかったです。人気店みたいなのでぜひ行ってみてね。2日目は離島巡り。ベネチアからムラーノ島とブラーノ島を巡ります。まず最初に訪れたのは手前のムラーノ島。ベネチアとはまた違って空が広く感じます。こちらのムラーノ島、有名なのがガラス作りです。散策しているとガラス工房を見つけたので入ってみます。ここは無料で見学できるガラス工房。多くの観光客の人たちに見られながらテキパキと皆さん作業をされています。さてお次はブラーノ島へ向かいます。島を降りると迎えてくれるのがこのカラフルな建物たち。このブラーノ島のカラフルな建物、漁師たちが霧の中でも自分の家を見つけやすくするために鮮やかな色に塗ったのが始まりとされています。玄関の前になんか敷いてあるね。そう、おしゃれだよね、みんな。あ、すごい、ほら動線もちょうど真ん中で切れてる。現在ブラーノ島の家々は定期的に再塗装されています。特徴的なのが勝手に好きな色を塗ることはできないみたいなんです。色の再塗装をするときは申請が必要。許可された色の中から選ぶ必要があるんだって。
地域全体でこの伝統的景観を守られているんですね。水辺に面していない家々も色付けされています。この時はまだ4月末ですが、暑くてジェラートを食べながら散策。どうやらメインの通りに来たみたいですね。歩くたびに違った色の配色の家を見つけることができるので、写真を撮る手が止まりません。ちなみに先ほどのムラーノ島はガラスが有名。こちらのブラーノ島はこのカラフルな家々だけでなくレースが有名です。レースでできてるの。特徴あふれる離島の旅でした。ベネチア本島に戻ります。ベネチア最後の夜、せっかくなので日が沈んでいくベネチアの様子を見ながらお別れしましょう。次回はオーストリア・ウィーンを巡ります。